隅っこって落ち着きますよね。どうも皆さんこんばんは。今日はですね、ちょっとね、毛布にくるまれながら寝る前に雑談していこうと思います。で、今日は私の好きな本についてひたすら語っていく回なんですが、そう、原稿をちゃんと作ろうと思ったんですよ。でも原稿を作り始めると、いやこの言葉じゃダメだとか、これじゃうまく伝わらないとか、もう考えすぎちゃって、なんか進まないので、とりあえず今日は最近読んだ本の中で印象的なものについて、もう自分が率直に思ったことをひたすら喋っていきます。皆さん頭を空っぽにして聞いていただけると幸いです。はい。で、今日はこの動画を見てね、興味持ってくれた方がサクッと隙間時間に読めるように短編小説を持ってきました。で、それをご紹介していきたいなと思います。で、1冊目がこちら、ユーミリさんの書かれた買う人という本です。これも表紙のインパクトすごくないですか？めっちゃ綺麗、本当に綺麗。もうこれをね撮った瞬間、こんなツヤのある女性に見られたらね、もう買うしかないと思って買いました。で、この表紙にこれ虫のガが書かれてるんですよね。だからこの表紙と買う人っていう題名を見た時に、どっちかかなと思ったんですよね。皆さんどんな本だと思いますか？私はもうこの女の人が狂気的な買う人で、こういったねガとか昆虫類を異常なまでも愛している、もう可愛すぎて昆虫類食べちゃうみたいなくらい狂気的な愛を持った人、あるいはなんだろうな、逆にこの女の人が買われる立場っていう結構狂気的な内容かなとか、いろいろ想像しました。はい、皆さんどんな本を想像するでしょうか？でもね、これなんか結局読むとどっちでもないような、ほんと独特の世界観ですごく面白かったです。ちょっと今回本紹介として買わなくてもみんなが読めるような裏表紙のあらすじを一回読みますね。はい。これ短編小説で合計で4つの物語があるんですね。で、1つ目が結婚10年にして子供ができない主婦イボーターが、2つ目が会社をリストラされコンビニで働く男性ウーパールーパーで、3つ目が震災被災地に母親と引っ越してきた少年家雨ガエル、4つ目がうつ病で休職した市役所員妻倉兵門、底知れない世界が広がる連作小説集ということです。そうなんです。何々、その括弧の中に入っている昆虫類を飼っている人々の
すごいハッピーエンドとかが好きな方はなかなか辛い本かもしれないですけど、もうリアリティあふれる、私は好きな本でしたね。はい。ちょっと自分が書いた簡単な感想のメモを見ながら話すと、そうちょっと、ね、人生の大切な選択とか、あるいは日々の日常の行動、感情までも飼っている昆虫類にすっごく左右されているというか、振り回されているんですよね。あるいは、振り回されてるって言い方違うかもしれないけど、いい意味で言ったら生かされてるというか、なんかそう考えると、飼われるの主従関係の定義って難しいな、曖昧だなと思いました。自分は当たり前のごとく飼ってる側、主だと思ってても、実際はそうじゃないかもしれないっていうのはなんとなく感じましたね。はい。皆さんペットとか何か飼われてますか？またこの本のね、いい味出してるのは犬とか猫とかそういうんじゃない昆虫類が出てくるので、なんかまたそれもいい続々感を出してるなと思いました。はい。で、4つ生き物が出てくる中で、唯一検索しなくても姿が想像してできたのがウーパールーパーなんですね。皆さんもわかりますか？これは私小学校の時に理科室で一時期ウーパールーパーを飼ってたことがあるので、すごい観察してた時期がありました。で、ちょっと本の中に出てくるウーパールーパーの描写でちょっと気に入ったところがあるので紹介すると、爪が伸びているように見える指やレントゲン写真のようにつけている手の骨や毛細血管が通った内臓っぽい房状の外エラも死んだら途端にふやけ始めるんだろうっていうところなんですけど、あ、なるほど、ふやけ始めるのかっていろいろ想像しちゃいました。私動物をね、猫とか犬とかでも映像で見るのは好きなんですけど、実際になんか抱っこしたりするのが得意ではないんですよね。なんかというのも、猫とか犬を抱き上げると結構、あ、ここが骨だなとか、ここ、あ、心臓ドクドクしてるなとか、なんかの内臓だなっていうのが人間よりもはっきりと分かるじゃないですか。で、抱っこしてる時に私がここをもうちょっとギューってつまんだら死んじゃうんじゃないかなとか考えすぎちゃって、なかなか抱っこするのが苦手です。はい。だからなんだろう、みんながウーパールーパー超可愛いって小学校の時理科の室で言ってたんですけど、全然可愛いと思えなかったのは、なんかそういう中身がはっきりと見えているところとかがもしかしたら可愛いと思えなかったのかななんて思い出しました。はい。そうだな。あとね、最後の解説部分でなんか読み終わった後にね、生き物を画像検索してみると想像と違ったものが出てくるかもしれないみたいな。で、その読者の想像と実物とのズレを味わってほしいっていう解説があるんですね。でただこれまたね、
者、皆さん勇気がある方読んで画像検索して、その自分の想像した姿とのズレを味わってみてください。はい、紹介した本の URL は概要欄に貼っておきますね。はい、で次がトウモロコシの乙女あるいは七つの悪夢という短編小説です。短編小説よりが思ったよりちょっと一つ一つが長いかもです。でトウモロコシの乙女って言ってるくらいなので、一番の長い物語で中心的なのがそのトウモロコシの乙女なんですが、この内容としては美しい金髪の下級生を誘拐する有名私立中学校の女子3人組のお話です。この本ですね、もうなんか一応ブラムストーカー賞というアメリカのホラー小説などのダークファンタジーなどに贈られる賞を取っているそうです。ただホラーを読んでいる時の怖さとかドキドキ感とかではないですね。なんかもっと何この物語気持ち悪いみたいななんかそんなゾワゾワ感を味わえるような本ですね。なんかどんよりしてて、読み終わった後に謎の虚脱感に襲われる時がありましたでもこれも面白かったし、正直に私の脳だと理解しきれないところもありましたごめんなさい。また何回も読んでみます。でやっぱりその中心のトウモロコシの乙女とか、あとは別のね短編小説で化石の兄弟っていうのもあるんですけど、これらが賞を取っているので、ネット上だとねこれらに関する感想とかレビューが多いんですけど、個人的にはですよ、私の名を知る者はいないという物語と頭の穴というお話がすごく好きでした。はい。で特に後者の頭の穴という物語では頭蓋腺孔がテーマになっているのですが、これをね初めて読んだ時はこう脳天を打ち抜かれたような衝撃がありました。頭蓋腺孔だけに。はい、これ笑ってくれた人いるのかな、絶対いないよねですね、この頭の穴という本についてちょっと物語についてちょっとあらすじを紹介するんですけど、女性たちが美しくなるために顔や体を整形していくのですが、外見的な美しさを追求しきった後は精神的な美を追求し始めるんですね。でその精神的な美を獲得するための手段として今回のテーマ、頭蓋骨に穴を開けるという手術があって、整形外科医のルーカスが女性たちからこの手術をやってとすごく求められるんですね。でもちろん科学的根拠がないし、あまりにも危険すぎる手術だからルーカスはずっと断るんですが、最終的にいろいろあって引き受けるんですね。そこからね、その手術はどうなるのか、さらに終えた後どんな運命が待ち構えているのかっていうのがこの物語の盛り上がりだと思います。はい。でここからは私の下調べなんですけど、この頭蓋骨に穴を開けるという行為は古来からあるみたいです。はい。
採用されていた場所もあったみたいです。でその古代インカ帝国では武器を使った争いの際、頭部を骨折してしまった兵士に対して折れた骨を取り出すために穴を開けていたという歴史があるみたいです。一方で精神的効果のためにこの手術をしていたことも歴史で明らかなようで、この本の中、女性たちが求める手術っていうのはこの精神的な効果を求める方ですね。はい。でどのような効果、精神的効果があるのかっていうと、穴を開ければ頭蓋骨内にある霊的に良くないものを外部に出すことができると信じられていたそうです。なるほど。どうならないですかね。どうなんだろう。言いたいことはわかる。あと、脳に穴を開けることで脳の圧力を下げ気分を高揚させるや、意識がより明瞭になる、うつ病が軽減されたという報告もあるみたいです。あとその他にも血流量に関しては大麻や幻覚剤、またヨガの呼吸法によって起こることを永続的に生じさせることができると主張する文書もあるみたいなんですけど、どれも科学的根拠に欠けるみたいです。何かに盲目的に夢中になっている時ってね、科学的根拠かとか言われてもあんまり頭に入ってこないですよね。と言ってもこの女性たちを頭蓋骨に穴を開けるなんてバカじゃないのとか頭ごなしに否定はできないと思うんですね。私正直いくら科学的根拠がなかろうと本人がもう心の底から信じきっていれば本当にその人に対して身体とか精神的にいい影響を与えると思うんですよ。すごい簡単な言葉で言ってしまえばプラセボ効果というものなのかもしれないんですけど、もっとそれ以上に人の思い込みの力ってすごいと思うんですね。もうほんとここから個人的意見なんでも聞き流してもらえばいいんですけど、現代の技術が進むごとに治療法に関してって西洋医学が全て 100% 正義、それ以外は悪みたいな、考え方の人も、とか風潮があるじゃないですか。もちろん科学的根拠があるって最強だし大切だと思うんですね。でもだからといって東洋医学の話とか精神論の話とかを全て否定してしまうっていうのは逆に危険な思想なんじゃないかなとも考えたりしますね。バランス、全てにおいてね、バランスが大事っていう話に収束していくと思うんですが、いろんな考え方をバランスよく吸収していくのが大切だなと改めて感じました。病は気からっていうので、皆さんも私の動画を見てぐっすり眠って嫌なことは朝には忘れてください。めっちゃ変な終わり方になってしまったんですが、まとめ方雑ですね。じゃあそろそろ終わろうかなと思います。もうちょっとお話聞きたいよっていう方は続きを動画でご覧ください。これも概要欄に URL を貼っておきますね。あと時々読んだ本について私ノートでも感想を書いたりしてるので、気になる方はぜひノートも見てみてください。はい、本日もここまで聞いて